Hello and welcome back to Mr. Sundragon. Hope you guys are enjoying your day, and we are doing Cyno's story quest. I was supposed to do this a few weeks ago, however I got a bit carried away with all of the stuff. Have we met? Yeah, so this is Cyno's story quest, and hopefully this will be decent or good. With Fontaine around the corner, it feels like a good idea to get everything out of the way and stuff. Since we're in like filler season essentially. It's like after 3.6 or 3.5 even, like, or well, not 3 point, but like after 0.5s are usually like when the game starts to get like the filler patches, like after Archon quests are all done. Well, luckily with Sumeru, we had like a quest after quest. We had a few interlude quests and stuff that were really good. The canned knowledge. Oh damn. 密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません。前回セノ先輩から連絡があった時はスメールシティの外で調査されていたようです。何か手がかりを見つけた様子だったのですが、以降は何の。Yeah, he's probably investigating outside to make sure after a whole Nahida incident. I gotta say with Sumeru, I love how ambient and melodic the music is. I really like it. We found you. We heard some smuggling of the canned knowledge. I didn't know people could smuggle canned knowledge. Oh wait, no. There's the whole Dory quest with her being in the black market. Ooh, are we gonna bust Dory? Put her in jail? That's pretty slow. What?
Fucking dumbass. こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。I mean, Cyno has the reputation. 奴らはただの下っ端販売員だから深く関わってるわけじゃないのさ。さて、お前らに聞きたいことは一つだけだ。この缶詰知識、どこから仕入れた？仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで、あとは5日ごとに誰かが物を持ってくる。次送ってくるのはいつ？知らんな。本当に知らん。3日前に物を受け取る予定だったが、荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは、俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとした時、俺に仲間がいないと言ったな。どこからの情報だ？商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。気をつけろってな。結局捕まったんだ。てか気をつければ回避できるようなことでもねえだろ。とにかくそういうことだ。相手は俺のことを詳しく知ってて、前からずっと姿を隠してきた。外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決できない。もし他のルートがあればいいんだが、例えば缶詰知識を売る大商人とか。それってドリー。心当たりがあるのか？合わせてくれ。代わりに審判してよ。Yes。それほどの危険人物、当然野放しにするわけにはいかない。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。Really? Let us just fucking kick Dory into the prison shell. そうか。この2人のことをなんとか片付けて、また情報収集しに行こう。何か新しい情報があれば、キャラバン宿駅で俺を探すがいい。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰知識。I'm guessing we'll have to talk to Dory and shit. God damn it. わかってる。余計なお世話。おい、その態度なんだ？何か？缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。それをあなた方は何が何でも邪魔しようとしてるんだ。こんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは独占したいからってだけだろ。You may have a point. 缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ。俺は説教を繰り返すのが好きじゃないし、したってお前は気にもしないだろう。だがこれだけ覚えておけ。お前のこの行為は缶詰知識の密輸をはびこらせるのに加担した。次また同じようなことがあれば個人名義で審判してやろう。じゃあな旅人パイマン、俺は先に行く。I'm pretty sure Cyno knows about fucking Dory. ただの脅しに決まってる。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。あいつならコネも多いし、何か知ってるかもしれない。いつもは確かアルカサルザライパレスにいるよな。行ってみようぜ。あらあら、そんなことがあったんですの？売られなくてよかったですわ。身の隠し場所に頭を悩ませるところでしたの。
そう私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。 I bet you that's a fucking lie. 近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょう。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入 Be hilarious if like Cyno came out of nowhere and he's like, so you did know someone. スネール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも低い、輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売です。だったらなんで教練員は缶詰知識の販売を禁止するんだ？複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれる。とってもいい話に聞こえますでしょう。けれどこの世に代価も払わずメリットばかりを手に入れられるものなんてあるわけございませんよ。学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。これには潜在的な問題が少なくとも2つありますわ。まずあなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に長きにわたって過量の知識を吸収すれば思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。 No. もちろん少し使うくらいなら問題ありませんわ。だから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように過剰摂取は毒となりうる。重要なのは使用した回数ですの。あらあら、話がそれてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。長い目で見れば間違いなくいいことではありませんの。さらに悪いことに市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り連中の真の目的は缶詰知識を利用して機嫌の庭に関する情報を流すことですの。こちらの方こそ千載一遇の大商売ですわ。機嫌の庭？なんだそれ。伝説によると機嫌の庭はキングデシャルト時代の遺跡で、中の宝物を手にすれば生死の全てを悟ることができるらしいですわ。けれどこれは教令員が明確に禁止している研究ですの。聞いた話では先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には機嫌の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて市場に溢れている缶詰 Dory 知識 talks は a fuck ton. Jesus Christ, man. Just get to the fucking point. Then shut the fuck up. 機嫌の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには缶詰知識を使うのが一番ですわ。
オークションを開いたのはまあおそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。それに必ず起源の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。ならばオークションで起源の庭に関する缶詰知識の値段を上げてまずは一儲けしておくのも商売として悪くありませんわ。だったら砂漠のオークションに行ってみないか。もしかしたら手がかりが見つかるかもしれないぞ。それがいいですわ。さてそんなお二人にそろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あらららら、先ほど言いましたでしょ。物を売るには事前準備が不可欠ってことを。さあどんな値をつけようかしら。決まり。各旅行パックはたったの50万もら。なんてバリバリ取引でしょう。バイモンの旅行パックはさらに 50% オフで今なら25万もらでお求めいただけますわよ。高大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ。彼につけておきますわ。すべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいまし。 The Merchants Guild, eh? 来てしまいますから。堂々たる教令員の大マハマトラとしてさすがに払わないなんてことはないでしょう。調査の経費は出ているはずですし、もっと測ってもいいかしら。I'll say this, people's obsession with money leads them down paths that are very regrettable. Never. 情報を手に入れたぞ。奴らの本当の目的は起源の庭だったんだ。あいつら砂漠でオークションを開催して起源の庭の缶詰知識を売ろうとしてるぞ。起源の庭。 Find it funny how Cyno doesn't question us. 信頼できる Oh, there he goes. I won't ask how you came by, but it is reliable. 起源の庭にはキングデシレト時代から残された宝物がある。 He knows that we have our own connections. 本当か？半分はな。あれはキングデシャレト時代ある怪しげな教派によって建てられた秘密の場所だ。確かに宝物もあるがそれ以上に未知なる危険が隠されている。これまでの研究資料によれば起源の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしい。どう考えても普通の遺跡じゃない。だから誰にも研究できないよう教令員は明確に禁止してるんだ。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば確かに研究 I'm not too sure. Was this quest like before Nahida's final quest? いずれにせよ砂漠に行く価値はあるな。年々減ってはいるが教令員や民間にはまだ存在 I する。 think it was. 何しろ起源の庭の宝物を手に入れれば生死の全てを理解でき、さらには死者を生き返らせることができるという噂があるからな。多くの人にとって生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつそれでも幻想を抱き熱狂的に追い求めるんだ。だから起源の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰知識の中の情報がどこから出てきたのかも判断しづらいな。ところでオークションがどこで行われるかは知ってるのか？よし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に俺たちについてる尻尾を片付けないとな。 Oh, damn. 尻尾？ Yup. ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば奴らも尻尾を出すはずだ。安心しろ。これくらいのこと俺が We'll get 片 to 付け play る。 as Cyno, yay! 頼もしいな。けどオイラたちだってただ黙って待ってるつもりなんかないぞ。
待て、砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。お前らは俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのは、やめるのならまだ間に合うと俺に伝言を頼んだ誰かがいるということだ。お前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。これ以上詮索すれば、いくら悪名高いお前でも無事に帰れないかもしれないぞ。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが、なぜ自ら災いを招くような真似をする？そうだ、見て見ぬふりなんかできないぞ。なるほどな。だがよく考えてみろ。セノ、お前はただ手柄が欲しいんだろう。もしここで身を引くなら、一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰知識の商売を減らして、お前の調査がかなり効果的だったことを示すとかな。それだけじゃない。利益をお前に分配してもいい。名声を得られる上、金まで手に入るんだ。Oof, damn. 断る理由は一つもない。 Cyno's a person with justice, not reputation. 思いつかないな。これ以上話しても意味はない。さっさと消えろ。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、悩み事は解消して差し上げなければ。お前らがどうしても意地を張るって言うなら、ちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ。無意味な抵抗を。遊んだなよ。やっ、たよっやっ、そこ降伏しろ。無駄だ。よいしょ。勝利をしてやる。お前の罪を。罪を償うがいい。審判の時だ。怖くない、怖くない。そこやった。それやっ無意味な抵抗。やっお荷物です。降伏しろ。よっこの身で万象を粛清する。た罪を償う。やっお前ら覚えとけ。セノ、この件に関わり続ければ数えきれないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろう。その時に後悔しても無駄だからな。引くぞ。いや、その必要はない。捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろうし、罠の可能性もある。すまない。お前らまで危険に巻き込んでしまったな。俺と一緒にいるとお前らまで恨まれてしまうかもしれない。しばらくは特に気をつけてくれ。寝る時も目をつむるんじゃない。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうではないが、とにかく気をつけた方がいい。傭兵団は失敗すると業界での評判が落ちるから、執念深い者が多い。面目を保つため暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。
ああ、記憶に新しい。昔ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で事件が終わったからと気を緩めてしまい残党の襲撃を受けた。先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心して寝るようになった。そんなことがあったのか。で、その先輩は無事なのか。手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症がなかった。去年一身上の都合で一般職に転身され、俺がやってるような外の任務をやらなくなったよ。先輩の名はタージ・ラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。これから接触することもあるだろう。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。俺はもう慣れているが、やはりお前たちが傷つくところは見たくない。安心しろ。オイラも気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。この状況も長くは続かないだろう。ことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよ。We are now in the desert to investigate what's going on. As Cyno and the Traveler go in the hottest of sands to find what they are looking for. 目標地まではまだまだある。もうちょっと辛抱してくれ。それに周りの環境からするとここはいい休憩場所とは言えない。I'm just so thankful they didn't had a heat mechanic in the desert. Like it's interesting how 暑いに決まってるだろ。like some of the games that I play, like Zelda and Monster Hunter, have like weather mechanics or like temperature mechanics, such as like Monster Hunter, you needing special drinks to withstand weather. Even Genshin has it with Dragon's Spine with the cold. And I'm pretty sure when we reach Natland, we're gonna probably get like something to cool ourselves off. But it is interesting though, because like the thing that I find too is that like a lot of games, well, not a lot of games, but those 3 games so far that I've played have like a temperature mechanic, and I just find it relatively hilarious. Like even Pokemon has weather mechanics for sure. I just realized. Really, you're scorping? You're freaking out over small fucking insects? Really? You may be confused of like why I'm using this weird team with Yoimiya, Yao, and Kiara. It's because I was doing Yao's boss since I just recently got her. Oh wow, someone's taming these. Wow. I could imagine like people using those scorpions as a way to like dogfight. Or like no, dogfighting is aerial combat or cockfighting essentially. Like where they would pit like animals against each other. It's like it's very brutal. It's not good at all. But like I know in the desert they do that with scorpions and sometimes even spiders. What? What? How the fuck did they do that? Man, some fucker put some spyware on Lumine. God damn.
論派の学者までが片棒を担いでるのか。おかしい。そんなものまであるのか。でもなんでこいつについてたんだ。 I find it interesting. So おそらく between Honkai Star Rail and Genshin Impact, there's a lot of things あ that の like 時は混沌としてたからな。 they from Star Rail should be added to Genshin, especially with how they handle a lot of it. But goddamn, さっさとそれを捨てちゃおうぜ。いや、 like もう少しつけたままにして but おこ like う。 then again, they're also very two different types of games. Like one's a turn-based game, and then you got Genshin, which is a ここで時間を食いすぎると overworld また別の危険 exploration. が生じるかもしれない。ダサい。またこいつらか。どれだけいるんだよ。 Oh, there's more. The more, the merrier. 花火見いひん。ふっ。おっと、そりゃ。 Okay, so I'm guessing we just want to follow the path. え？ Hey, look, it's a fucking station. So far, I find Cyno's quest a lot more interesting than because it's like we're actually doing investigation and stuff. Similar to how Yolan's quest was, where it's like an investigation quest. 俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。誰かから報告 Then が again, 行く that's ことを like された。 what a lot of character story quests are. It's like, oh, you're それでも doing an 逃げられてしま investigation, ったわ。 but then you got like おそらく stuff like 奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し、事前に撤退したんだ。 what is it? So you got like Zhongli's quest. It's just like, oh, let's go on a field trip. Let's have a history lesson. Oh, we got 缶詰知識 betrayed. を全て持っていく Then 余 you 裕 got は like なかったはず Venti, だ。 where it's like, you know, it's like, 残 oh, った you 中から手 know, がかりが見つ you're かるかも you're しれない。 exploring people's like minds and stuff, and then you know all that crazy stuff. I actually really like Venti's character quest a lot. I hope he gets a second quest soon because my god, he needs it. Alright, that's number east. Also too, only some 紀 other 元の fucking 庭に関 castles. する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない。 Yeah, I think the worst character quest is probably between Ayato, Kokomi, もう一つ方法がある。 Nilo. お前らは来た道 Unfortunately. を戻り、 Well, like 俺はここに Nilo's was like not しばらくしたらまたここで too 合流す bad. る。 It's just more like debates and arguments, but it's just like 慌てて撤退したからか。残っている Kokomi's was kind of odd. Ayato's こ was のまま like ずっと eh. 放置するなんてことはありえない。俺たちが離れ Felt たのを確 lackluster. 認した Like ら the quest 必ず wasn't 片 really 付け about. に来るやつがいるはずだ。 Like I think like this is the thing. だからトラッカーを This できるだけ quest ここから about 離して Cyno being an investigator, it makes sense because he's going investigations and stuff, and you're actually tagging along because it's about him. You know, as Ayato's quest, it was about some fucker getting married, which was just fucking annoying. It's like why? 安心しろ。もし Why? 奴らに I 来る don't give 勇 a 気 shit があれば about people getting married. 必 Like ず fuck. 引き止めておく。 I mean, Aru Village. Let's go. 疲れたぜ。これだけ離れればもう大丈夫だろ。 She got a little ま further. だ歩くのか。おいらもう疲れたぞ。ここで少し休憩しようぜ。 What if the reason why Paimon rests all the time is because she needs to gain her time energy? Because she's the goddess of time. And the reason why she's small like this is because she's actually, you know, lost on energy. Yeah, so Paimon being the time goddess,
makes sense if you look at Nahida's quest, or like the Archon quest. Because when Ruka Devada used all her energy, she turned small. And so what I think happened is when Conria had the war, or even before that, because like they didn't have a god, quote unquote. But I think what happened is Paimon probably used up all her energy in a fight, which is why she's reverted to the way she is now. And because she has used all her energy all the time that she has, she's just got to try to regain her time energy, and then in Conria, she'll probably like discover something about herself that, like, you know, she truly was the Archon of Time. And it's also pretty interesting how the very first Archon she suggests is Venti, but like she didn't really elaborate on why, but like she does have a connection to Venti somehow, so I wouldn't be surprised. But yeah, there's so much about Paimon that like would make sense of her being like the time god. And the fact that she has like you know, and plus with the story unfolding, and the fact that, like, you know, like gods use too much energy, they revert to small. Alright. Yup. Your father's a smuggler. He's being under arrest and detained. パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。わかった。さて、この業界でセノの名を知らない者はいない。で、お二人は？オイラはパイモン。こいつは旅人だ。正直、単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思ってもみなかったよ。だからトラッカーが離れたのを見て、セノが何も手に入れず帰ったと確信したんだ。だが、たとえ囚われの身でも、俺は君たちを説得したい。調査はここまでだ。Telling that to Cyno, he's just gonna be like, listen, you don't understand. 制作、販売、利益の割り振り。各作業には数十人から100人単位の者が関わっている。みんな高い利益を得るために集まってきたんだ。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために誰もが全力を尽くすだろう。いくら君でも必ず壁にぶつかる。それにもし成功したとしても君に感謝する人は誰一人いない。君自身も悲しむことになるだろう。何のためにそこまで一生懸命やったのかと。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。パパ、これお茶、お客さんのも。ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫。うちのお茶は苦いでしょ。だからパパからもらったキャンディーを入れたの。少しは飲みやすくなるかも。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。 A lot of people get into criminal activities because they're struggling in real life. It's unfortunate. Like, people will go to drugs, prostitution, stealing, and it's all because of the fact that, you know, our governments don't properly, you know, help our systems. And, you know, a lot of places, they're not really, like, they want people to be slaves to jobs, which is unfortunate.
It's like slavery had never really ended. It evolved. You know, people are just slaves to corporations, slaves to their jobs, and you know, it's unfortunate. Like, that's what I get. Like, you know, it's like you wind up doing these horrible things because you're struggling. A lot of people do it, you know. And then it's hard for people to have trust because of the fact that, like, a lot of people are, you know, in that thing. And then it becomes a struggle too, because then you have, you know, yeah, you still did something bad, but the justifications in some cases are, you know, they make sense, but not all cases though. Like, obviously, like, if you're going around stealing things, it's like you have better means of doing stuff. Like, don't make someone else's life miserable just because yours is as well. Like, you know, you can always talk to people if you can. If they don't want to offer help, then, you know, try to go somewhere else. Like, don't be afraid to ask for help. I think that's the biggest problem, is people struggle the most because they can't, like, they're afraid of asking for help because they don't want to be viewed as weak or lesser, but in reality, it's like that's probably the biggest strength that people have, is being able to ask for help. Because in reality, right, you can't do everything on your own. That's just a fact. No matter what, you cannot do things independently all the time. You know? Think about it like this. Like, I've lived on my own. Like, I'm a quote-unquote independent person, but I know that not everything I do is on an independent basis. Like, I wouldn't be able to, you know, do things without the help of people around me. I probably would have been dead a long time ago if it wasn't for, you know, great friends and family. And that's just the thing, is like, yeah, I would have probably been dead like a decade ago, maybe longer. But yeah, don't be afraid to ask for help, but also don't be afraid, you know, to stand up for yourself when things get rough. No, do your best. Like, if you think that crime is the only option for you, then it's like you're not talking to the right people. You know. Oh, so there's a mantra involved. 教令員の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を教令員から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも教令員の出入りが自由になる。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。規則を破ったのは Could be a misunderstanding, maybe? なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は教令員から出たものだ。紀元の庭に関する知識は教令員に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に教令員には行けない。警戒させるだけだからな。この件お前に調査を頼めないか。ナビルに手紙を書いて資料室まで案内させる。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりは教令員を指しているが、明らかに教令員以外の勢力が関わってる。バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから、何か見つけたらいつでもここに帰ってきてくれ。